オスウィークリードラゴンボールニュースの時間です。9月30日から1週間のドラゴンボールニュースをお届けします。まずは最初のニュースです。デスクトップリアルマッコイ EX シリーズの新作フィギュアが受注受付中です。スーパーサイズの悟空とご飯が親子でバイクに乗っている姿を立体化しています。車体に貼られたステッカーなど細部まで再現されたバイクに注目です。次は先週のニュースです。9月27日金曜日に YouTube の最強ジャンプチャンネルでドラゴンボール3の最新話が公開されました。ドクターゲロの手で起動された人造人間17号と18号がついに動き出します。その他先週のトピックスはこちらです。次は今週のニュースです。10月3日木曜日に映画ドラゴンボールスーパースーパーヒーローが地上波で放送されます。復活したレッドリボン軍にご飯とピッコロが立ち向かいます。世界中のドラゴンボールファンを熱狂させた大迫力のスーパーバトルを自宅で楽しみましょう。次のニュースです。10月4日金曜日に最強ジャンプ11月特大号が発売されます。こちらニュースについて最強ジャンプ宣伝隊長のアルティメトイデから紹介します。VTR をご覧ください。今回はウィークリードラゴンボールニュースにこちらのアルティメトイデが来てくれました。どうも、最強ジャンプの宣伝隊長アルティメトイデです。今回は10月4日に発売される最強ジャンプ11月特大号の紹介をしにやってきました。11月特大号ではですね、ドラゴンボールの付録や情報が盛りだくさんなんです。今回はそれを詳しく皆さんに紹介したいと思います。まず今号では10月11日より放送が開始される、もう超、待望のドラゴンボールダイマ、こちらを大特集します。これまでに公開された情報のおさらいに加えて、新キャラクターに関することやオープニング主題歌、新キャラクターを担当するキャストの情報も雑誌で大公開。キャストからのコメントまで載っちゃってます。さらに新キャラクターのキャストにはスペシャル Q&A にも答えてもらっちゃってます。めちゃめちゃ豪華じゃん。そうなんですよ。もうこれを読めばダイマにもっと詳しくなれるってことだよね。そうなんです。ダイマの放送直前に、放送前にぜひぜひみんなに読んでほしいです。また連載漫画では、スーパードラゴンボールヒーローズメテオミッションがついに最終回を迎えます。前回は本体を表した魔人オドットにみんな吸収されちゃってもうダメかと思ったけど、悟空と悟空ゼノが残ってたんだよね。そうなんですよ。その大ピンチだったんですけれど、2人は魔人オゾットを倒して、仲間たちを助けられるのかっていうところ、最終決戦の行方をお見逃しなく。めっちゃね見たいね。そして大人気カードゲームドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワールドは、ブースターパック第4弾が抽選で当たる銀剥がしと付録カードベジータ、これがついてきちゃいます。銀剥がしはねぜひ挑戦してほしいですし、付録カードのスキルはドラゴンボールオフィシャルサイトで公開しますので、ぜひチェックしてください。なるほど。さらにドラゴンボールダイマの第1弾ビジュアルを使った、超特大付録ポスターもついてきちゃいます。ぜひね部屋に飾ってダイマの放送を楽しみにお待ちください。他にもダイマ関連のアイテムやドラゴンボールスパーキングゼロなどの情報もたくさん載ってますので、ぜひぜひ雑誌を手に取ってみてください。よろしくお願いします。次のニュースです。10月6日日曜日に東京ビッグサイトにてドラゴンボール大祭りが開催されます。ドラゴンボール大魔の第1話が世界最速で見られるワールドプレミア上映会が行われます。またドラゴンボールゲームの最新情報をお伝えするステージイベントや私有コーナーも登場します。完全招待制のイベントでチケットの応募は終了していますが、後日レポート記事を公開しますのでぜひチェックしてください。その他今週のトピックスはこちらです。次は本サイトで今週公開予定のコラム記事のお知らせです。以上今週のウィークリードラゴンボールニュースでした。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。